おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新ニュースをまとめて見ていきたいと思います。今回のポイントはかなり多いです。欧州と中国で販売が回復している一方で FSD をめぐる訴訟や責任問題も出ています。さらにテスラセマイの実運用テスト、オプティマスの競争激化、スペース X IPO との合併観測まで投資家にもオーナーにも見逃せないニュースが続きます。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初は欧州の販売の回復です。テスラの5月の欧州の販売が複数の市場で大きく伸びました。フランスでは前年比655% 増、デンマークでは136% の増、スペインでは113% の増、スウェーデンでは71% の増、ノルウェーでも29% の増となっています。特にフランスでは5月の登録台数が5446台となり、かなり強い数字が出ています。ここで重要なのは、少し前までテスラは欧州でかなり苦戦していると言われたことです。中国メーカーの台頭、政治的な反発、そしてモデル刷新待ちもあり、欧州ではテスラ離れが進んでいるという見方もありました。しかし5月の数字を見る限り、少なくとも短期的にはその見方は少し修正されるかもしれません。ここで重要なのは、実は4月にも欧州販売の回復が見られていたということです。その時の動画でもこの回復が5月、そして6月も続くのかっていうのがポイントですとお話をしました。そして今回5月の数字も非常に強い内容でした。つまり単なる1ヶ月だけの反発ではなく、回復の流れが続いている可能性が見えてきます。もちろんこれだけで完全復活と判断するのはまだ早いです。ただ市場で言われているような欧州でテスラが崩れているという見方は少し修正が必要かもしれません。次に見るべきはこの勢いが6月まで続くのか、そして第2四半期全体の納車台数にどう反映されるかです。では次は中国です。テスラの上海ギガファクトリーは5月に85,982 台の卸売販売を記録しました。これは前年同月比で 39.4% の増、前月比でも 8.2% の増です。中国市場では BYD、NIO、シャオペンなどとの競争がかなり激しくなっています。特に NIO は5月の納車台数が大きく伸び、株価も上昇しました。その一方でテスラ株は中国 EV 競争への懸念から下落する場面もありました。ただ実際の販売データを見ると、テスラが中国で一方的に負けているわけではありません。むしろ上海工場は国内販売と輸出を含めてかなり強い稼働を続けているように見えます。中国市場は競争が厳しい。これは間違いありません。でも競争が厳しいこととテスラが崩れていることは別です。今回の数字を見る限り、テスラ中国はまだかなり強い存在感を維持しています。続いて FSD です。FSD のバージョン 14.3.2 を搭載した2026年モデル Y がアメリカ本土48州とワシントン DC を一度もハンドル操作なしで走破しました。走行距離は7241マイル、キロにすると約11万6000キロです。9日以上かけて走行し、ドライバーは安全を優先しながら監視を続けたとされています。これは FSD の技術的な進化を示すかなりインパクトのあるニュースです。もちろんこれは完全な無人運転ではありません。あくまでドライバーが監視するレベル2のシステムです。ここは絶対に誤解してはいけません。ただ、それでも本土48州を無介入で走り切ったのはかなり大きな実績です。FSD は以前よりも安定してきている、その印象は強くなります。ただし FSD が進化する一方で訴訟や責任問題も同時に大きくなっています。中国では複数のテスラオーナーが FSD の機能やハードウェア3の制限をめぐって訴訟を起こしています。原告側は2019年から2023年のハードウェア3搭載車では
新しい FSD 機能が十分に利用できないと主張しています。また、アメリカでも FSD の宣伝をめぐる返金訴訟が報じられています。さらに興味深いのは BYD の動きです。自社の運転支援 GOTS-I、この作動中の事故について一定の財務責任を負う姿勢を示しました。これはテスラとはかなり対照的です。つまり自動運転や運転支援の競争は単に性能が高いかどうかだけではなくなってきています。事故が起きた時に誰が責任を取るのか、古いハードウェアを購入したユーザーはどうなるのか、フルセルフドライビングという名前は消費者に誤解を与えないのか、このあたりが今後かなり大きな論点になりそうです。FSD は確実に進化しています。でも進化すればするほど責任の問題も避けられなくなります。ここはテスラオーナーにとっても投資家にとっても重要なポイントです。次はテスラのセマイです。物流会社カバナントロジスティクスがカリフォルニアでテスラセマイの2週間の評価テストを行いました。その中で難所として知られているグレープバイン峠を荷物を積んだ状態で走行しています。このグレープバインは大型トラックにとってかなり厳しいルートです。急な上りでは速度が落ちやすく、一度失速すると難しい。下りではブレーキ管理や熱管理が非常に重要になります。しかしテスラセマイの場合、下りでは回生ブレーキが大きな役割を果たします。つまり従来のディーゼルトラックのようにブレーキの過熱を強く心配する場面が減る可能性があります。今回ドライバーはテスラセマイの性能に驚き、ディーゼルでは得にくい安心感があったとコメントしています。これはかなり大事なニュースです。テスラセマイは本当に商用物流で使えるのかという疑問がこれまでありました。航続距離、積載時の性能、充電インフラ、量産体制、課題はまだあります。ただ、実際の物流会社が荷物を積んで厳しいルートを走り、高い評価を出したのは単なるデモとは違います。今後、具体的な燃費や積載重量、到着時のバッテリー残量などが出てくれば、実力を判断する重要な材料になりそうです。次はオプティマスをめぐる競争です。ヒューマノイド分野ではオプティマスだけではなく、フィギュアオープン AI ロボティクスサム・アルトマンさんが支援するアルフレッドなど競合のニュースが増えています。特にオプティマスの AI がロボティクス分野に入ってくる可能性はかなり注目されています。ここで大事なのは、オプティマスはもうテスラだけの話ではないということです。AI 企業、ロボット企業、半導体企業が一気にこの市場に入ってきます。ただし、テスラにも強みがあります。それは実際に製品を大量生産してきた経験です。ロボットはすごいデモ映像を作るだけでは不十分です。量産できるのか、コストを下げられるのか、現場で使えるのか、故障時に直せるのか、ここまで含めて勝負になります。なのでオプティマスは今後も期待だけではなく、実際の導入先、量産ペース、コストを見ていく必要があります。そして最後に投資家が最も気にしているスペース X 関連です。スペース X の IPO、そしてテスラとの合併観測に関するニュースが相次いでいます。一部では将来的な統合の可能性、株式希薄化、イーロン・マスクさんの報酬パッケージへの影響なども指摘されています。ここはかなり注意が必要です。現時点でテスラとスペース X の合併が決まったわけではありません。あくまで市場の観測です。ただ、機関投資家やアナリストがこの話題を真剣に議論し始めているのは事実です。もし仮に統合の話が進めば、テスラ株にとって非常に大きな材料になります。でもそれが必ず既存株主にとっていい話になるとは限りません。なぜなら合併や株式発行が絡めば希薄化のリスクが、さらにガバナンスの問題もあります。投資家としては期待するだけではなく、誰にとって得なのか、既存株主にどう影響するのかを冷静に見る必要があります。今日のニュースをまとめると、テスラにはいい材料と注意点が両方あります。いい材料は欧州の販売の回復、中国の販売の強さ、FSD の長距離走行実績、そしてテスラセマイの実運用評価です。一方で注意点は FSD の訴訟、ハードウェア3ユーザーへの不満、オプティマスの競争激化、スペース X IPO との合併観測による不透明感です。今日のポイントは、テスラが大きく崩れているわけではないということです。販売は回復し、技術も進んでいます。でも同時に責任、
競争、株主リスクも大きくなっています。今のテスラを見るときは、期待だけでも悲観だけでもなく、数字と実際の動きを冷静に見ることが大事だと思います。はい、ということで最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は現在421ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の動画を見ていただければ、テスラの情報はほとんど網羅すると思います。チャンネル登録がまだな方は、ぜひね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今週の土曜日6月6日ですけれども、名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになっています。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は、僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。